Welcome to Radio Free Japan, coming to you from behind the Orange Curtain of Southern California. Your host, California Rose. こんにちは。レディオフリージャパンのカリフォルニアローズです。オレンジカウンティから今日もお送りします。レディオフリージャパンがやっていることをここに書いてあります。主に日本の人々で、フェイクニュースに、洗脳されてしまっている方々に一日も早く違うんだっていうことを気がついていただきたく動画を始めております。今日は、チャーリー・カークのメモリアルサービスが行われました。アリゾナの彼のふるさとで、もうすごいお葬式で、ただ一人の男の人のために行われた、彼は一般人ですので、普通のただ一人の男の人のお葬式でこんなすごいメモリアルサービスは見たことがありませんでした。ターニングポイント USA の、スタッフをはじめとして、彼の親しい友達や、もちろん、最後にはトランプ大統領が、挨拶に現れて、そして、彼の奥さんエリカの素晴らしい、スピーチをまた聞くことができました。ちょっとあまりにもちょっと長かったもんですから、5時間以上の長丁場で、個人的には素晴らしいメモリアルサービスでしたが、個人的にはちょっと長すぎるかなと思って疲れてしまいましたが、でもすごかったです。こんなに人々に影響を与えた人だったんだなということをしみじみ思っておりました。これは抜粋した写真で、最後にトランプ大統領が演説をしているところで、最後にそのスピーチが終わった後、奥さんチャーリー・カークの奥さんをステージに招き入れて称えたという最後の一場面です。すごいことでした。本当に5時間の長丁場。この彼のメモリアルサービスのチケットは30万人の人が買ったそうです。30万人といっても一箇所にはもちろん集まれないので、いろんな各地のスタジアムだとか大きな会場でそれぞれが企画をしてそのチケットを購入して、チャーリー・カークのお葬式をやったということでした。で、彼が9月10日に亡くなった後もすでにチャーリー・カークの、ディベートの予定がもういろんなところ各地で組まれておりまして、その予定の日にちにはそこに、行くつもりだった人たちが、チャーリー・カークはもういないにもかかわらず、みんなその会場に集まって彼を偲んでいるという状態が続いております。すごくエフェクティブと言ってますけれども、英語でものすごく人に影響を与えた若い人が多かったですが、今回のお葬式を見てみると、やっぱり大きな影響力が若い人たちに当ててだけではなく、年配の方々にもすごく広がっているんだなということを感じました。で、その9月10日彼が亡くなった後、我が家では車に、ペイントをして
I am Charlie Kirk と書いてですね、それでI am Charlie Kirkっていうのは、チャーリー・カークは死んでしまった、亡くなっていなくなってしまったけど、私もチャーリー・カークですからっていう人たちがいっぱいいるわけです。だからもうそこら中に I am Charlie Kirk, We are Charlie Kirk がものすごい勢いで広がっていて、そしてこの車で走っていると、もう隣の車、前の車、後ろの車がこうグッドサインをしたり、ウェーブ、手を振ってくれたりして、みんながお互いに称え合って頑張ろうっていう感じの雰囲気があちこちで起こっています。こうやって書いているのは私たちだけではありません。というようにチャーリーをチャーリーを暗殺した人たちはチャーリーを黙らせたかったからチャーリーのもうしゃべりスピーチはもう武器兵器と言ってもいいぐらいの影響力でしたから、そのチャーリーを黙らせたいがために暗殺を行っただと予想されますけれども、でもかえって増えてしまった、チャーリーが増えて増殖してしまったみたいな雰囲気になっています。もうあちこちでチャーリーと言って10日だから10、11、1週間前かな、もう1週間前に彼が亡くなって4日ぐらい後にはその彼を偲ぶビジルっていうみんなが集まって彼を送る集会が、それもあちこちでアメリカ中のあちこちで起きて、私たちの住んでる小さな町でも2万人の人が集まって、祈りを捧げました。もうそれがもうあちこちの小さい町でも起こっているようでした。そして今日が、9月21日が一応メモリアルサービスというお葬式ですね。日本でいうお葬式が彼のホームタウンであるアリゾナ州の町で行われました。そう感慨深い感動的なすごい大きなイベントでした。以上です今日は。